まあ感覚値は本当に当てにならないね。その数字が当てにならないって言ってもいいのかもしれないんだけど、結局その包丁のその金属の結晶構造が違えば、その粒子がバカでかいのがいっぱいゴロゴロしてる包丁と、ものすごく粒子が細かくて綺麗に分布されてる包丁で HRC 同じ60だった場合、絶対に細かく分布綺麗にされてる方が多分研ぎやすいよね。だからその感覚で言った場合、ね、その綺麗に分布されてる方が明らかに早く削れたりいい感覚を得るのに、硬さは一緒って言われた時にってなるっていう、そういう感じかな。だからまあその硬さ自体をやっぱりその性能としてやっぱりまあその捉えるっていうのはあまりやっぱりおすすめしないかな。やっぱその目に見えやすい情報をやっぱり売る方としては出したいっていうところから来てるのかなと思いますね。その鋼材の名前にしても、HRC にしても。もともと HRC の意義って何って言ったら、もちろんね、その硬さによって性能が変わるのは事実だと思うんだよね。だから、その、例えば A 社の包丁メーカーさんが、HRC59 と60のものを比べたときに、同じ作り方、でも硬さだけが違う。要するに焼き戻しで HRC を下げたものと、そのままのものを比べたときに、どっちがいいって判断するかは別なんだけども、同じものを測るっていう時にはものすごく意味はあって、同じ鋼材で硬さの違いを測る場合は、それはメーカーの一つの指標として、そうなのよ。その作り手にとってはすごく意味があって、でさらにその焼き入れ屋さんからしても、そのこれね高度ってみんな言っちゃうんだけど、実際は高度じゃないんだよね。硬さなんだよね。硬さ試験機でドってつけると、包丁のどこを測っても全部同じ数字が出るものをドってつけれるんだって。なるほど。そう、だから硬さ学術的な話になってきますね。そう、硬さ試験機であって高度計じゃないのよ。なるほど。で、硬さっていうのは何かって言ったら、HRC60、HRC58、HRC62 とかで平均60なの。学者の世界の話です。その言葉の定義からってことですよね。高度と硬さは違うってことです。厳密には。そう。で、何がポイントかって言ったら、今の話、部分的に硬さが違うんだよ。そう。それが測る場所によって、たまたまその炭化物の硬い上だったら硬く出るし、素地のところに刺されば低く出たりとかねするっていう、それが前提のもと、できる限り同じ硬さでちゃんと焼きが入ってるよねっていう焼きムラがなく作れてるかどうかのためにもメーカーさんは測ってたわけだよ。だから測ることには意味があった。だから同じね、V 金15だったら V 金15で、HRC、ね、59と60を比べてどっちがいいかっていう選定プラス、焼きがちゃんと先とか元とか全部いろんなところをね3箇所ぐらい測ってちゃんと入ってますねっていうその製品としてのその失敗してないよっていう意味での高度を測る硬さを測るっていうのには意味があったんだけども、その全然違う鋼材を2つ並べて硬さで性能をそのなんていうんだろう測るっていうのはちょっと無理がある。そうだから今結構そのチャートとかグラフで表示してるところとかが結構あるんですよね。販売するときにこの鋼材の硬さで、要はその参考値があるじゃないですか。メーカーさんが出してるこのぐらいの硬さ、高度が高度じゃない硬さかが適切というか適してますよっていうのを鋼材ごとにずらっと並べてこうお客さんに見せてるところもあるみたいなんですけど、難しいよね。だからそれが本当にじゃあそれのグラフ通りに全部包丁を買った時に研いだ時に、そのグラフ通りの感覚を得るかどうかは全く別の話だったり、でそのグラフ通りの切った感覚になるかどうかもちょっとイコールじゃないかもしれない。それってもう本当にあくまでも参考値、一つの参考値であって、そもそも買う側が見るものではないと思うんですよね。その作る側が制作の時に参考にする値であって、でましてその全く他のものと比べるために使う数値でもなくて、同一の鋼材でいろいろ作った時にじゃあ安定して作れてるかとか、
じゃあこの硬さでどう精度が変わるのかっていうそうそう基準なので、そうなんだよね。鋼材自体が違うのにその今硬さでやっぱ比べるちゃうじゃないですか、そういうその売り方をしてるので、それはねちょっとやっぱり誤解を生んでしまうのかもしれないね。まあただまあそのね極論だけど HRC63 と HRC58 のものがどっちが硬いですかって言われたら多分トイでも63の方が高いとは思うんだよね。だから同じぐらいの値だった場合はそのねちょっと全然感覚を違うように思ったりはするんだけども、まあそのね近い数字ほどちょっとまあそこが当てはまるかどうかはわからないけども、まあ大きく離れてる場合にはまあ言ってることはまあ多分間違ってはないんじゃないかなとは思うね。そうあとねこれ面白いのが砥石の粒子の話も同じなんだけど、硬くなればなるほど数字としては例えば60から61になってるって数字では1じゃない、でも60から61になってるのと61から62になってるのは61から62の方がめっちゃ硬くなってるんだよね。そう差異がどんどん砥石の塗竜のなんか粒度の話もされてましたよね。アラトの方がその差が数字のマジックでなんか同じ等間隔に硬くなってるようななんかちょっと誤解をしがちなんだけども、硬くなればなるほど1なのにめっちゃ硬さが変わるってこと。こうあるとしたらこうなってってるってことですね。まあそういうイメージだね。はい。1ずつ上がってるように見えるけどここの差がどんどん1上がるごとの幅が広くなってってことですね。多分ねビッカースっていうもう一つの硬さ試験機があって、そちらの表で見てもらうと多分ここの幅、ビッカース換算で数字が出てるんだけど、それの開きはどんどん大きくなるにつれて開いていってると。そうだからねその硬ければすごくいいっていうと、まあその開きもどんどん広がっていってるから、なんかたった数字1しか変わらないように思えて、めっちゃ硬くなってるとかっていうのはあり得るかなと思うね。そうこれ逆に柔らかくなるとそんなに感じないんだけどね。砥石のそのアラトと同じような感覚ですよね。その320と400の差とその3000と5000の差。そう本当にね数字では80とかね2000とかしかすごくね高番手になればなるほど2000とか一気に飛んでるのに、特にねだって6000番と8000番で言ったら8000番約1ミクロンだし6000番3ミクロンだから誤差2ミクロンだからね。そうでも400と1000番だとだいたい25ミクロンぐらい差があるから数字だと600しか変わらないのに、そうっていうのでだから粗い砥石を使えば使うほど細かくつながなきゃいけない。そうだからこれはもう紙やすりを使うともよくわかる。そうものすごく大事なポイントだね。粗い方が差が大きいっていう、そうもう数字の違いに対してのそうものすごく細かく粗いところでつないでいかないと後になって傷がもう取れてないことに気づいて、じゃあ砥石だと逆になるってことですね。数字の大きさ的には。こっちがアラトで、そうだね。で徐々にこの細かさの差が縮まっていくっていうことです。ちなみに視力も同じらしいよ。あ、そうなんですか。そうなんか1.5 と 1. になってなんかもうほぼ誤差ぐらいであんまり差がないとかっていうのは聞いたことがあるね。でも 0.1 の人が 0.09 になるとかってかなり悪いとかっていう話を聞いたことがある。そういうことですね。なるほど、面白い。雑学。